とで皆さんこんにちは。新型コロナの水です。日本一走るアナウンサーの長谷川智香です。プロランニングコーチの黒川です。ということで本日はですね、ともかちゃん1キロ3本と聞いておりますけども、はい、今日は気持ちよく走ってもらいたいなと思ってます。今まで 4000m のインターバルとかちょっときつめの練習繰り返してもう嫌になってくる頃じゃないかなと思ってるんですけど、今日はそんなにこう深く考えずに気持ちよく走ってください。飛ばせるところは飛ばして無理せずに楽しく終わってもらえればと思います。楽しく 1000m 走ったことないんですけどそうだよね、しかも3本ね、はい、楽しくって言ったらともかちゃん6分半ぐらいで走っちゃうよねそうなっちゃう、そうなっちゃう。そうですよね、はい、そこのところはどうしたらいいんですかね。そこはやっぱりそのスピードが出ちゃうようにしていく、そうか、出すんじゃなくて出ちゃうのね。出ちゃうようにしていくと、はい、なんか新しい世界が見えたっていう感じになっていくと思うので、はい、それは今後やっていきたいと思います。 OK です。それではウォーミングアップいってみよう。ちょっといつもお尻使えてないってことなので、お尻が自分で使えてるかどうかはチェックしたり人に見てもらったりできます、はい、で今からやってほしいのはちょっと僕一回やりますね。はい、こんな感じで寝ちゃって、ここからかかとを膝伸ばしながら振ってあげる、で反対も上げるっていう時にどれぐらい上がるかっていうところとか、あとは後ろにまっすぐ上がってるかっていうところを見ます、はい、じゃあちょっとやってみましょう。上に上げるってことですか。はい、うつ伏せになってもらって、よいしょ、はい、はい、ここから上げてみてください、はい、で骨盤が、はい、ここ離れないようにつけてください、はい、OK です。反対行きましょう、はい、なるほど OK です、はい、もう一回上げてもらっていいですか。すいません、 OK じゃなかった。 OK じゃなかった。なるほど。少し左足の動きが悪いかなって思うのと、はい、あと後ろから見た時にまっすぐ出せてなかったりするので、はい、なんか左足がちょっと調子良くないのかなとは思います。はい、はい、右足そんな気にならなかったんですけど、はい、もうちょっと良くなればいいかなって感じなので、はい、少しこれからフィジカルストレッチやってよくしていきたいと思います。はい、はい、左足の調子が良くない。でも私も左足がねやっぱ弱いよ。なんで左足ね、よく結構多いよね。はい、でも左利きなのよね。そうなんですよね。左利きなんだ。はい、OK です。はい、じゃあですね、つなぎ目の部分、骨盤周囲のつなぎ目の部分を少し自分で触ってもらって、ストレッチ前に伸びやすくしようっていうことをやっていきます。はい、じゃあちょっと椅子座りたいですね。椅子座って骨盤の周りに、例えばお尻が使えない原因がいっぱい詰まってます。で、例えばこの前の骨ありますね。この骨盤の前と出っ張った骨あるんですけど、この下の部分、ここギューッと押してもらえると、この前触って痛かった部分、大腿筋膜腸筋という部分があったり、あと少し後ろに行くと中殿筋とお尻の筋肉があったりします。でここを少し触ってパカパカしたりしていきますので、こうグーッと押してこんな感じで動かしてください。指入ってますか？指は入ってます。はい、パカパカしたりで、ちょっと気になるところを押してパカパカしてみてください。はい、少し前に行くとなんか痛いなってところはあると思います。はい、足がまっすぐ出せてなかったりすると、この骨盤の横の部分が詰まったりするので動かします。で今度はこの腸腰筋の部分ですね。腸骨筋だったり、あと大腰筋ってところがあるんですけど、親指を入れてもらって足を上げ下げしましょう。上げ下げで、これいっぱい上げなくていいです。なんかこう貧乏ゆすりというか寒いみたいな感じでもいいので、はい、こんな感じでいいです。そう、足を上げ下げすることに意味があります。はい、で少しこう上下上からこう掴んだりとか、少し下にずらしたりするとまたちょっと違うポイントが出てくると思うので、自分が気持ちいい範囲で指を動かしてください。4本の指とかで内側にグッと入れていくと腸腰筋に割と触れられることがあります。はい、あります。内側から外にガシッとわしづかみするようなイメージ。ガシッと。はい。でここでもう一回動かします。骨盤の上のへり、この部分を自分で上からガッとつまんで押して、押してまた同じように今度
揺すってみてください。そう揺すってみてください。よし。で上まで来てください。でこの一番高いところだったりをしてもらうと、上半身、お腹だったり背中と腰か、お腹だったり腰と連動感がかなり出てくるので、触っておきます。そしたら最後、触ってください。はい。ここに自分で指入れてください。ここに親指でいいんですか？親指でいいです。はい。ありましたか？あります。じゃあここで軽く揺すります。軽く揺すります。これデスクに座っててもできるので、軽く揺すりましょう。これはじゃあ痛気持ちいいぐらいの。痛気持ちいいぐらいで。はい。はい。でこれでですね、今この腰、結構いつも痛く頑張ってると思うんですけど、少し緊張を解いてあげるだけで足との連動感がだいぶ出てくるので、ここ少しやっておきます。よし OK。よし。はい、じゃあですね、一番課題の前もものストレッチやっていきたいと思います。はい、行きましょう。最初は効くもの、僕がやるので、それを踏まえて自分でやれるようにします。はい、じゃあ、うつ伏せになってください。はい、うつ伏せになっていただいて、はい、左足が悪かったので僕が左足をやります。はい、よいしょ。こんな形で、なんかどれぐらい伸びたかっていうのだけ覚えておいてください。はい、今のは効くものをやるので、はい、でまずは腸腰筋伸ばしますね。せーの、吸って吐きます。これぐらいですね。はい、はい、吸って吐きます。はい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 、吸って吐きます。はい、吸って吐きます。はい、オッケー。じゃあもう一回いきます。次前ももいきます。はい、いきます。無理しないでくださいね。はい、吸って吐きます。肩吸って吐きます。はい。そしたらまず左足だけよくしていきます。はい。はい。なので横向きに連でする形で、はい、お願いします。こっち向きで。はい。足を曲げましょう。今からお尻の筋トレをしていきます。よいしょ。よし。お尻の筋トレしていきます。で、この足を後ろに持ってきましょう。硬い。いや、予想以上に硬い。よし。そうですね。そしたらかかとからつま先にかけてぐーっと僕の足を押してほしいです。ここから押せますか？押す。せーの。はい、どうぞ。これは何を今やってるの？すいません。もう一回説明しますね。こちら今からやってもらうのが骨盤にねじれを作って、そうするとこのお尻、今ちょっとこれだけでも結構縮んでる状態になるんですけど、壁とか押してもらう時にここが縮んで前ももがカパッと緩むようになる神経の反射を使ったストレッチになります。なので前もものストレッチをしながらお尻の筋トレをガッと入れられるっていう、一石二鳥。一石二鳥の。いいね。もちろんちょっと前もも硬すぎるんでさっき前ももだけストレッチしたんですけど、なんで壁とかあったらここで、僕は壁になってるんですけど、いきます。ちょっと上になりすぎないように下に行きましょう。そうです。よいしょ。じゃあここでぐーっと押してください。せーの。でもっとこれます。ぐっと押します。どうですか？押せばいいんですよね。はい、押してます。リラックス。お尻きますか？お尻に来てる感じがない。わかりました。はい、そう、ここから行ってほしいです。ここからじゃないと来ないんで、よいしょ。よし。いきます。せーの、押してください。はい。来てます。来ましたね。はい、リラックス。はい、いきます。せーの。来てますか？来てます。オッケー、リラックス。もう一回せーの。はい、オッケー。じゃあ今度は連動感出したいので、よいしょ、上半身と合わせていきます。こっちの足を、ごめんなさい。こっちの腕をこう頭の後ろに回してもらって、ちょっと開いていきましょう。一回開きます。よいしょ。これがいわゆる胸椎の回線ですね。この胸の後ろで。これも硬い。これも硬い。OK です。そしたらここ足畳みましょう。畳んでお尻とハムストリングスに刺激入れながら
胸を回すで動きをやっていきます。ここからせーのでこう伸ばす、だけど畳んだまま。はい、これ僕一回見せた方がいいですか。大丈夫。はい、ここからぐるっと、ちょっとじゃあ僕見せますね。ごめんなさい。はい、ささっといきます。いきます。せーので。これで全身の連動感を出していきます。はい、わかりました。はい。イメージはなんとなく。よし。そうです。あ、そう。はい、もう一回。なるべくここの骨盤が寝ないようにしてもらって、もう一回。これお尻とハムストリングスくる感じがあれば。後ろまで来る。いきましょう。下の方にぐーっと行く。そう、ここまで。もう一回。あと1回。はい、もう一回。はい。OK。OK です。じゃあ歩いてみてください。歩いたり軽くジョグしたりして左足の動きを確認します。はい、お願いします。はい。普通に歩いてきてもいいですよ。はい。なんか左足がめっちゃ軽い。左足だけ。左足だけめっちゃ軽い。なんか右がなんか詰まってる感じがする。重い。そうです。今は特に前ももの詰まり、腸腰筋の詰まりを解除して後ろのお尻を使えるようにしたので、要は足がスムーズに出て地面を押せるようにしたっていう感じです。なるほど。はい。今までの課題だったんですけど、はい。お尻を使えるだけじゃなくて、実際走るときは全身の連動になってくるので、お尻だけ筋トレしてもなかなか使えてこないっていう時にやっぱ連動感出したり、もちろんドリルも必要なんですけど、いろいろやるフィジカルとかでもやる必要があります。これを自分でやらなきゃいけないので、自分でやる方法ですね。はい。で、自分でやるときにこの前もお伝えしたんですけど、これで多分人によるんですけど、これでこれが多分効く、これが効くのですよ。効くのですよ。それか横向きでこれが効く。どっちが効くかはその人によるって感じなんですけど。なるほど。はい。じゃあ2つやります。右足を伸ばしたいので右足を下ですね。はい。右足を下。そしたらある程度こう足を出してもらって、この時点で少しこの腸腰筋の部分が伸びるなってイメージができれば OK。まずは。伸びてます。はい。でここからスライドしていきます。前に。ここから前にスライドしていきます。これだけでも腸腰筋は伸びたりはするんですが、ここから前ももと腸腰筋を両方伸ばしていきます。一石二鳥で。ここからこう足を使ってます。やばい。大丈夫ですか？できました。足を掴みます。で、なるべくつま先の方を持ってください。上げます。で、腰が反らないように息をふーっと吐きます。そう。やばい。そう、これね、私も初め結構硬かったけど、これ治ってから結構走れるようになった。素晴らしい。薬さん調子いいので。これはね、本当に毎日やったよ。軽く小刻みに震えてください。もう少しかかとが近づいていくといいですね。ここの距離があるので、これがこう硬さだと思います。本当でも毎日やってるとね、だいぶ初めの頃は朝晩やった。なるほど。朝晩2回。これがさ、だからブレーキになってるってことでしょ。これがそうスムーズに足が前に出ない原因にもなってますし、お尻が使えない原因にもなってます。よし OK。そしたら臀筋のトレーニング。でこれやるときに骨盤にねじれを作るからお尻が使いやすくなるので、下の足は膝は胸の前まで持ってきます。よし。で大事な部分なんですけど、もう一つ骨盤があって、この膝が後ろに行ってほしいんですよ。ここ膝が後ろに行かないと前ももとかが張ってくるんで、もうちょっと骨盤気持ち前目で、もうちょっと前ですね。もうちょっと前、もうちょっと前。もしこれ一人でやる人は先に誰かに1回見てもらった方が良さそうですね。はい。でここポンとします。そしてここから腸腰筋、この前の方をカパッと伸ばすイメージで地面を押します。地面じゃない、壁。
そうです。ここを伸びるって感じで遠くに行くようなイメージです。いきましょう。せーの、ふい、ぐーっと。どうですか？イメージでなんかお尻がめっちゃきてるんです。来てます。はい、リラックス。これを数秒間を何セットかやります。なので今はだから3秒の5セットぐらいいきましょうか。あと4回いきます。せーの、1、2、3、リラックス。1、2、3、リラックス。1、2、3、リラックス。最後かかとでグーッと押したらつま先でも押してください。1、2、3、グーッと OK。 はい、 OK です。入りました。はい、はい、お尻に OK。 こっちが弱くてこっちが強すぎるってところがある。強すぎる、硬すぎる。なるほど。よし、でも繰り返してれば良くなるので、よし、OK です。これもし一人でやる人は、お腹が丸い状態でやったりとか腰が反った状態でやると急に楽になったりとか、あとは急に変な痛みが出たりするので、なるべくここがまっすぐな状態でできるといいかなと思います。ありがとうございます。全然違うね。まっすぐ上がりますね。そしてこんだけ違うんだよね。おお。全然違う。しちゃうよね。左足がさっき、この辺にいたんですけど、今上げてください。まっすぐ上がるようになったね。おお。本当に違う。肩甲骨言うんですけど、肩甲骨使おうとしても使えないんで、ここの部分がこういう風に動いてくれると、背骨の動きが出てくるんで、背骨の動きが出てくると肩甲骨が動いて、ここにある胸腰筋膜で腰があるんですけど、広背筋と大臀筋連動してくるんで、これでよく動いてきます。ここの動きよくするにはどうしたらいいの？ここの動きよくするにはもちろん背中の硬さの緊張を取ったり、あとはこの肋骨がこう前に出てくると動き悪くなってくるんで、ここ引っ込めて、あとは胸椎の回旋って言ってよくこういう動きすると思うんですけど、こういうやつ。はい、OK です。わかりました。っていう感じのやつやって。わかりました。やります。さっきともかさんもちょっと実はハムストリングスやりながら。そっか。あとは簡単なやつ、これ。これよくある体操。ある。はい。首動かさないで、ぜひやってください。腕を上にポーンと放り投げる、下にも放り投げる。これだけでも胸の開きにつながってくるので超おすすめです。はい。ちょっと奥に伸ばして、後ろに。詰まってないんだなと思うもん、その動き見て。詰まってますよ。まあまだね、ここが一般の人よりはでも結構やばいです。オッケーです。はい、じゃあ今日も頑張りましょう。お願いします。今日は寒い。寒い。地面に押して膝を伸ばしてかかとで押すから、そう伸ばして、さっき筋トレしたじゃないですか。って伸びる、あれと一緒でこの股関節を伸ばしてって、左足は特に上げようって考えなくていい。そうそんな感じ。こう伸びる。それを上から落としてっていくだけ。難しい。こっちだけ、右足だけですよ。そう右足だけ。あとは大きい動きするだけ。右足だけ。この辺ジャンプ。そう。でそれで進みましょうか。軽くしていきます。腕で持っていきます。そう。腕。オッケー。じゃあ反対足。できるかな。なんでお尻で押す。プッシュ。すごいコーチ。おかしいな。最初はじゃあ骨盤に手を置きましょうか。骨盤に手を置いて、
左足でしたっけ？左足を押して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 左を下げるイメージ。膝伸ばして膝を伸ばして全部を伸ばして、なんか英語の先生みたいになってる。左を伸ばして、はい、さあともこちゃん1キロ ×3 本どんな走りを見せてくれるのでしょうか。さっきのドリルね、黒川コーチを見ていると簡単そうって思うんですけどね、ともかちゃんの気持ちよくわかります。なんでできないの、でもわかんないの、なんか体が動かないのっていう感じでね、ドリルってほんと難しいんですけど、やっていくうちにあらできた、できちゃったみたいなね日が来ますので、ぜひですね、何個もは難しいんですけど、自分の中で 3,4 個ドリルこれをやるみたいな持っておくといいんではないでしょうか。徐々にスピードをつけているともかちゃんですけれども、半年前はねスピード練習なんてしたことなかったっていう子だったので、ここ半年ね一生懸命練習を積み重ねてきました。少しずつ反発を使って走れるようになり、タイムもね上がってきましたよ。さあ1本目はあと2本。どうだった？でもきついですね。4分やっぱ1桁台は。最初なんか大きく走れてるなと思ったんですけど、やっぱ最後きつくてやっぱ縮こまってくる、なんか自分でも分かって、でもそれをなんか解放する術が分かんなかったです。なんかちっちゃくなってんなみたいな。どうしたらいいんですか、その時は。やっぱりちょっと上に上がってくる傾向にあるんで、その時ほど一回下に下ろしてほしいんですよ。で最初は一回手の力も抜いてほしいんで、ブラブラってしてもらって、あとは手首とか肘を下にストーンと落とすようなイメージで言ってもらえると、頑張んなくても反発してもらえてくるので、多分ここで頑張ってる、ここだけで頑張ってるんで、落としてっていくと、それが腕振りだけで要は反力がもらえるようになってくるんで、自分の体を落とさないといけないです。はい、1本目は4分3秒で入ったということでね、少しずつスピード力がついておりますともかちゃん。劇的に変わったと思ったらまた戻っちゃってなんてこともねあるんですけども、ともかちゃんねすごいのはね、弱ね全然吐かずね、きっとねやってこなかった練習するのってきついと思うんですよ。仕事終わった後にねコツコツと練習を積み重ねてる、これは間違いなくね形になる、夢が叶う日が来るので、本当皆さん応援してください。ツイッターにインスタグラムにねともかちゃんやってますので、ぜひご覧になってください。そしてこうやってともかちゃんの走りを少しずつ変えてくれている黒川コーチのおかげで筋肉にどんどん興味が湧いてきました。そこの筋肉とそこの筋肉つながってるんだ、そこほぐしたらそんな動きになれるのみたいなね、いろんな面白いことを教えてくれますね。黒川コーチの情報は概要欄に入っておりますのでね、ぜひご覧になってください。もかちゃんストライド大きくなってきましたね。この日はねめちゃくちゃ寒い日で朝の7時なんですよ。朝の7時から1キロ3本、ナイスラン。黒川コーチの走り軽いし綺麗ですね。なんか足が回ってるって初め分かんなかったですけど、こうよーく見てると足が回ってるってこういうことなのかって走りが教えてくれますね。綺麗ですね。さあ3本目はサッカニーのエンドロフィンスピードから他のカーボン X に履き替えてカーボンを使用していきたいと思います。2本目は4分12と少し落ちてしまいましたけれども、3本目今日は気持ちよくね楽しく走っていきましょう。半年前までは
6分半以上で1キロあたり6分半以上では走らなかった長谷川友香ちゃん、早朝7時からキロ4とかでね走ってるなんてね想像もしませんでしたよね。サブ3をやると決めて目標に向かって頑張る。いい日もあれば悪い日もあるけれども目標に向かって進む姿がかっこいいよ。頑張れ。なんか不思議な感覚です。これなんだろう。恩恵は受けてなかったですね。ですよね。全く受けてないですよね。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。これまでのインターバルってなんか体も肺もきつかったんですよ。でも今日は体は動いたんですけど肺がきついっていう進化した。進化した。進化した。はい。いかがでしたか。すごい最初もいい勢いで走って、すごい伸び伸びと走ってる。まあちょっとその後はやっぱり最初飛ばしたのもあってきつかったと思うんですけど、それはそれでなんか自分でなんかそういう練習もしていかないと、まあ感覚つかめなかったりとか強くもなれないので、今日はいい練習ができたんじゃないかなと思います。こういった練習をこう見てる皆さんにおすすめする、どんなところがおすすめっていうか。今日の1003本。1003本とか。今日の1003本みたいなこうベーシックな、割となんか単純にできるようなフルマラソンのペースからマイナス30秒ぐらいでやるのが結構ベーシックだったりするんですけど、そういう簡単な練習だったりとか、あとは 1000m 走ってリカバリー1キロを取ってでもう一回1000走ってみたいな、少しちょっと一人でもライトにできるような練習をしていくと、もうスピードも出て長い距離も走れてということになってくるので、割とおすすめです。はい、ありがとうございました。はい、ということであと1ヶ月半ともかちゃん頑張ってね、一緒に頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。